こんにちは。今日は鎌倉に来ています。お天気はというと雨です。今日はアジサイを見に来ました。日本全国どこでもアジサイは咲いているけれど、なぜか鎌倉が大人気。この時期に鎌倉に来るのは初めてですが、人気の秘密がわかるでしょうか。朝の小町通りは静かです。あ、岩田コーヒーさん、帰りに寄れるかな。お休みでした。残念。いつもは大混雑のミッフィーのお店も今日はガラガラ。鶴岡八幡宮にもアジサイがあるという情報を見たのですが、ありませんね。池の周りにアジサイはありませんでしたが、こうやって見ると水とアジサイって本当によく似合いますね。雨が降っていても許せてしまうのはアジサイの季節だからですね。急な階段にどうしようかなと思いましたが、せっかくなので登ることにしました。売られた喧嘩は買いませんが、売られた階段は買うのです。帰りに少し覗いてみると、ミュージアムの入り口に少しアジサイがありました。江ノ電に乗って長谷寺に向かいます。数日前にアジサイの道に入るためのチケットを買いました。何度かお邪魔している長谷寺ですが、アジサイを見に来るのは初めて。人気なのでおそらく人を見に来た感じになると思うのですが、それなりに人は多かったけれど、譲り合いながら進むのでトラブルはなく、立ち止まっての撮影もゆっくりできました。雨も上がり、傘をささずに歩けたのが良かったです。種類の違うアジサイがたくさんあり、夢中で見ていたら時間があっという間に過ぎていました。
長谷寺はアジサイ以外にも見どころがたくさんありますが、今日の主役はやはりアジサイでしたね。アジサイ道は急な階段が多く、だいぶ歩きましたので、ベンチでしばらく休みました。実はアジサイ道の他にもアジサイを見られる場所はあります。こちらもきれいに手入れされており、ベンチもあったので花に囲まれて過ごせます。お向かいのお土産屋さんでアジサイの金平糖を見つけたので一つ買いました。高校生の頃買ったことがあり、ずっと部屋に飾っていたことを覚えています。鎌倉に来たら海でしょうと、少し海沿いを歩きました。実は海沿いのお店でランチをと思っていましたが、なんとそこも定休日で、仕方がないのでお腹が空いたまましばらく散歩しました。波町ベーグルさんでランチをいただくことにしました。周りのお店が閉まっていたせいか、混む時間だったのか、少し並んでお席に案内していただきました。ランチの後はもう一頑張りしてアジサイの名所へ。すでに散々階段を登ってきましたが、売られた階段は買いましょう。最後に少し極楽寺によって最後のアジサイ参りをいたします。江ノ電構内の売店でまたアジサイの金平糖を見つけてしまい、買ってしまいました。歩き疲れて動けなかったのですが、少し休んで元気になったので
カフェを探すことにしました。看板で大きなプリンが目に入り、入ってみましたが、奥に広いイートインスペースがあり、ゆっくり座れました。この時、だいたい2時くらいで、最後に明月院に行くかどうか迷っていました。美味しいプリンを食べながら考えた結果、今回は見送ることにしました。歩きすぎました。せっかく楽しくアジサイを見てきたのに、無理をしたら台無しです。母が生きていたら一緒に見に来たかな、などと思いましたが、生きていれば母は今年で83歳。今日の階段はちょっと無理でしたかね。最後に若宮大路を通って鎌倉駅に向かいます。今日のアジサイ散歩はいかがだったでしょうか。初めての鎌倉で見るアジサイ、私はとても楽しかったです。明月院に行けなかったのは残念でしたが、北鎌倉はまたゆっくり行くことにいたします。見てくださってありがとうございます。今後も50代の無理しないゆる散歩やゆる旅をお届けいたします。よろしければチャンネル登録して応援していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。